あの、お金を去っている中央銀行そのものがですね、今、ものすごい勢いで金、つまりゴールドを買い漁っているんですよ。ええ、歴史的なペースですよね、本当に。ですよね。彼らは、あなたの財布の中にある紙幣について、私たちが知らない何かをすでに知っているんでしょうか。今日の徹底解説は、まさにその謎からスタートしたいと思います。はい、非常に重要なテーマですね。今回は情報過多でちょっと行き詰まっているあなたのために、2026年4月30日現在の市場を根底から揺るがしている最新の包括的レポートを深掘りしていきます。さあ、紐解いていきましょう。よろしくお願いします。というのも、わずか3営業日前にですね、日本の株式市場日経平均がついに6万円の大台に到達して、日本中が沸き立ったばかりじゃないですか。ものすごい熱狂でしたね。なのに、あっという間に59,284円台まで急反落してしまったんです。この数日で一体何が起きたのか、複雑に絡み合う要因を一つずつ整理していきたいと思います。今回のレポートが突きつけている現実はですね、非常にシビアなんですよ。シビアですか？はい。現在の市場は、原油の高騰、それから金利の上昇、そして AI への不安という三重苦、いわゆるトリプル安の構造に直面しているんです。トリプル安ですか？はい。で、そこから導き出される今日の最大のキーワードが、スタグフレーショントレードという全体像になります。スタグフレーショントレード。経済の成長が止まっているのに、物価だけがどんどん上がっていく、あのスタグフレーションですよね。そうです、そうです。その過酷な環境下で、投資家たちが資金をどう動かして生き残ろうとしているのかという具体的なアクションということですか？全くその通りです。物価上昇と景気後退の懸念が入り混じる中で、従来の投資のセオリーが完全に崩れ去ろうとしているんですね。なるほど。まずは足元の日本市場のショックから見ていきましょうか。日経平均が632円安、トピックスも下落しました。個別に見るとですね、富士通、オリエンタルランド、JR 東海などが急落してですね、はい。トヨタやソニーグループに至っては、なんと年初来安値を更新してしまったんです。いやー、これ例えるならですね、苦労して富士山の頂上、つまり6万円の山頂に到達した瞬間にですよ、突如として猛烈な吹雪に襲われて一気に引きずり下ろされたような、そんな状態ですよね。本当にそんな感覚だと思います。そしてその猛吹雪を発生させた最大の要因がですね、金利とインフレに対する恐怖なんですよ。恐怖ですか？日銀の4月会合では、政策金利は 0.75% に据え置かれました。表面上は現状維持ですよね。そう見えるんですが、内部の力学は決定的に変化しているんです。9人の政策委員のうち、なんと3名が利上げを主張したんですよ。待ってください。9人中3人が利上げ主張ですか？はい、そうなんです。長年超ハト派だった日銀の歴史を考えると、これは異常事態ですよね。つまり、日本もついにインフレを放置できない、普通の中央銀行になってしまったということですか？まさにそこなんです。植田総裁も追加利上げを示唆しましたし、これをより大きな視点と結びつけるとですね、市場はこのハト派少数の状態を極めて重く受け止めているんです。なるほど。インフレ圧力を力ずくで抑え込まなければならない。その姿勢変化が、円が売られ、株が売られ、債券も売られるという典型的なトリプル安を生んでいるわけです。つまり、日本の投資家たちが長年寄りかかってきた、金利は上がらないっていう前提が完全に崩壊したと。そういうことになります。そしてもう一つ崩れかけている前提がありますよね。これまで日米の市場を力強く牽引してきた、AI 関連株への熱狂です。ここも大きく動いていますね。日本でも AI 関連が急速していますけど、では AI ブームの中心地であるアメリカで何が起きているのか、巨大 IT 企業、いわゆるハイパースケーラーの決算を見るとその理由が見えてきますよね。はい。ここで非常に興味深いのはですね、市場の関心が AI がもたらす夢や期待から、いつどうやって利益を出すのかというシビアな現実に急速にシフトしている点なんです。シビアな現実。ダウも5日続落して方向感を書いていますが、象徴的なのがメタの決算ですね。メタですね。売上高は予想を大きく上回る 33% 増と絶好調だったんですよ。それにもかかわらず、時間外取引で株価は約 7% も急落しました。業績はいいのに株価が下がる。
これ、レポートによると原因は、設備投資、つまりキャペックスのガイダンスを125億ドルから145億ドルへと大幅に引き上げたことですよね。その通りです。アルファベットやアマゾン、マイクロソフトも業績自体はいいんですが、この4社合計の AI 設備投資額が2026年にはなんと約6500億ドル規模に達する見通しなんですよね。とんでもない規模ですよね。これ独自の比喩を使わせてもらうとですね、最高級の厨房設備に莫大な借金をして投資しているレストランのようなものですよ。わかりやすい例えですね。投資家は確かに最先端のすごいオーブンを何千億円も買って並べたのは分かったと。でも本当にそれに見合うだけの客が来るのか、ちゃんと収益化できるのかって不安になり始めたわけだ。そのレストランの例えで続けるならですね、投資家たちは今、厨房の莫大な維持費だけでこの店の利益が吹き飛んでしまうんじゃないかとシビアな目を向けている状態です。なるほど。客席から厨房を睨んでいるんですね。ここからが本当に面白いところなんですが、マグニフィセントセブンと呼ばれる巨大 IT 企業の間でも明確な業績格差が広がり始めているんですよ。格差ですか？はい。アマゾンの AWS のように28% 成長と実際に実需をつかんで業績を伸ばしている企業と AI インフラへの莫大な先行投資の負担が重くのしかかっている企業。この差です。収益化のスピードが本当にキャペックスに追いつくのか。そこが問われているわけですね。そしてその AI というデジタルな厨房設備を動かすには、莫大な電力が必要になりますよね。物理的なリソースが不可欠です。サイバー空間の熱狂は現実世界の物理的な資源問題と直結している。ここから話は供給網を脅かす地政学とエネルギーのセクションへとリンクしていきます。はい。ここも今の市場の重要なピースですね。レポートによれば、アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖長期化を指示してイラン側の再開提案を拒否したとあります。これですね、世界のエネルギー供給網に対する決定的な打撃なんですよ。決定的ですか？IEA の試算によれば、日量約2000万バレル相当の輸送が滞ることになりまして、IEA 自身がこれを史上最大の供給ショックと位置づけているんです。史上最大。さらに事態を根本から変えようとしているのが、UAE が5月1日より OPEC プラスを離脱するという発表です。これによって、WTI 原油は一時109ドル、ブレント原油は118ドルへと急騰しました。いや、ちょっと待ってください。はい。中東の緊張による原油高って、これまでにも何度も聞いてきましたよね。リスナーの中には、今回もどうせ一時的なショックですぐ元の価格に戻るんじゃないのって思う人もいるはずですが。それは非常に重要な問題を提起していますね。過去のパターンからそう推測するのは自然なことです。ですよね。しかし、今回は一時的なショックではなく、新しいベースライン、つまり定着のフェーズへの移行だと考えられるんです。なぜ今回は違うと言えるんですか？その影が UAE の OPEC プラス離脱という事実です。OPEC という産油国カルテルは、加盟国が協調して生産量を絞ることで価格をコントロールする仕組みですよね。はい。もし UAE のような巨大な産油国が離脱すれば、カルテルの価格統制機能そのものが崩壊する観測が高まるんです。なるほど。そこにホルムズ海峡のショックが重なっていると。特にエネルギーの 95% を中東に依存している日本にとって、この脆弱性は極めて深刻です。厚生政権が掲げる経済安全保障にとって、まさに最大の試練と言えます。実際にその現実世界の地殻変動が企業の業績予想にも奇妙な矛盾を生み出していますよね。日本の海運大手商船三井の決算に見られる動きです。はい、あそこは興味深い動きをしましたね。彼らは今期の経常利益を大幅な減益と予想したにもかかわらず、株価は堅調に推移したんですよね。通常なら株価は下がるはずなのに。ここが現実世界の複雑なところです。コンテナ船の運賃が下落しているため、ベースラインは減益予想になります。しかし、その一方で、大型原油タンカーの需給が極度に逼迫しているんです。中東情勢の緊迫化と輸送ルートの迂回によるものですね。運賃が急騰するという強烈なアップサイドの期待が存在しているため、減益予想なのに株価が堅強という二極ストーリーの矛盾が起きているんです。なるほど。そしてその原油高が引き起こす世界的なインフレが各国の金利を押し上げている。この構造的な因果関係が
日本の金利と為替の歴史的転換点へとつながっていきます。はい。ついに日本の10年国債利回りが一時 2.5% 台に到着しましたね。1997年6月以来、約29年ぶりの高水準です。1997年以来ですよ。つまり、過去約30年間にわたって日本市場の前提となっていた金利ゼロで円安という常識が完全に崩れ去ろうとしているということですね。そういうことになります。アメリカの10年債利回りも 4.41% まで上昇しており、日米の金利差は依然として4ポイント以上開いたままです。ここで重要なのは、金利上昇がもたらす二面性のメカニズムです。例えば、地方銀行や生命保険会社にとっては、保有している古い低利回りの債券の価値が下がるため、激しい資産毀損の要因になります。なるほど。一方で、これから新たに債券を購入する投資家にとっては魅力的な環境になります。ただ、借入コストが高くなる不動産セクターやグロース株にとっては強烈な逆風ですね。まさに二面性ですね。そして為替の攻防です。ドル円が一気に 160.46 円をつけた後、片山財務省の断固たる阻止を取るという発言で 159.81 円へ急落しました。為替介入への警戒感ですね。ただ専門家の見方としては、口先介入の効果は限定的だとされています。そうなんですか。もし実際に資金を投入する実弾介入が行われるとすれば、そのトリガーは160円といった水準ではなく、為替の変動速度にあるという見方が支配的ですね。水準ではなく速度ですか。圧倒的なマクロ経済の激動ですね。では、ここからが今日一番重要なパートです。はい。ここまでの激動を踏まえて、じゃあこの情報をリスナーであるあなたはどう活用すべきか、実践的な次元へと議論を着地させましょう。レポートでは仮想通貨と金の動きが対照的に描かれていますね。そうですね。ビットコインは7万6000ドル台で踊り場を迎えており、ETF からは5日連続で資金が流出しています。リスク資産からの逃避ですね。その一方で、金、つまりゴールドの需要は過去最高を更新しています。スポット価格は4556ドルを超え、第一四半期の中央銀行による買い越し額は1231トンに達しました。ここでレポートが推奨している3つの視点、新しい戦略がありますよね。まず1つ目が、メガキャップ AI 銘柄から高 ROE のソフトウェア等へのリバランス。はい。2つ目が、日本国内における価格決定力と金利上昇体制を持つ銘柄、銀行や総合商社などの強化ですよね。その通りです。そして3つ目が、3つ目が、金や実物資産、原油 LNG 関連株、そして防衛銘柄という3層のジオポリヘッジの構築ですね。まさにそれです。つまり AI を買って金利上昇銘柄を売るというこれまでの単純な戦略はもう通用しないから、バーベル戦略への転換が必要だということですね。金への歴史的な資金流入が意味するものは非常に深いんです。と言いますと、これは各国の通貨当局自身がドル基軸体制や法定通貨の信任そのものをリスクとして認識し始めた象徴なんです。お金の番人たちが紙幣を信じきれなくなっている。冷戦後の世界経済を支えてきた平和の配当が完全に終焉を迎えたことを示しています。投資家としてはこれを悲観するだけでなく、新しい収益源の発見と捉える視点が必要になりますね。新しい収益源の発見、なるほど。さて、あっという間に時間が来てしまいました。今日私たちが深掘りしたのは、日経6万円からの反落、AI 投資のシビアな現実、中東地政学リスクの定着、そして29年ぶりの金利上昇でした。非常に濃密な内容でしたね。はい、ここで一つお伝えしておかなければならないことがあります。今日の情報源の中には、アメリカのトランプ大統領や日本の武志首相など、現実の政治家に関する言及が含まれていました。しかし、私たちは決して特定の政治的立場を支持しているわけではありません。提供されたソースに基づく事実と市場への影響を客観的にお伝えしているだけですので、その点はご了承ください。あくまで市場分析の一環としての事実関係ですね。ありがとうございます。最後にあなたに考えてみてほしいことがあります。もし今日お話しした地政学リスクと高いインフレが一時的な異常事態ではなく、これからの私たちの世界の新しい当たり前、ベースラインになるとしたら、
平和を前提とした経済が終わった世界で、私たちが日々消費する商品やサービスの形は、ここから5年でどう変貌していくのでしょうか。ぜひご自身でも探求してみてください。今日の徹底解説はここまでです。